OK、チューニング OK。 はい、皆さんこんにちは。どうもしのです。お久しぶりでございます。夏はいかがお過ごしだったでしょうか。私は夏が暑いのがすごく苦手でして、36度以上の日はですね、こうして家に引きこもるということをやっていたら、あっという間に夏が終わってしまいまして、 YouTube の更新頻度も落ちておりまして申し訳ございませんが、また再びエレキギター企画などもやっていこうと思っておりますので、今後もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日は何をしていきますかと言いますと、こちらのエレキギターに合うピックを購入してきましたピックなんてね、本当何でもいいんじゃないかみたいなね、下手したらなんかこう1円玉とか10円玉とかでいいんじゃないかみたいなね感じで思われる方もいると思うんですけれども、私ねピック持っていなくって、普段こちらのエレキに関してはね、そこら辺にあったピックを使ってたんですけれど、アコギというかエレガットの時の弾き語りはこう指で弾いていたので、ピックというものについてあまり考えることがなかったんですけれども、なんか近々に今こうやってずっと覗き込んでしまいました。ピックについてね考えることがね、今まであんまり深く考えることなかったんですけど、このエレキギターをねこうジャーンと弾くにあたって、やっぱりねピックが必要かなという、やっぱり指だけだとちょっと音もねはっきり出ない感じで、ざっくりチューニングを合わせていました。今日ねいろんな安いピックをね、試していこうと思うんですけれども、ちょっと弾きながらねどんな音がするのかなということで、私はこの QX52 にねぴったり合うような好みの音が、出るようなピックを一つこれがベストかもみたいなのを探していこうかなと思ってます。全部ねシーンという韓国の、通販っていうのかな、韓国の購入ショッピング EC サイトっていうのかなアプリの方で購入してみました。あんまりねやっぱり EC で買うよりかは、楽器屋さんで自分でこう物を見て買った方がいいものを買えると思いますし、そうだな、自分のこの楽器に合わせて、楽器屋さんに聞いてみるとかっていうのもすごくいいと思います。ただね今回はちょっとYouTube の企画ということで、激安シーンで、ピックを購入してみたという内容になっております。シーンさんね結構いろんな噂があるし、本当に使えるのかなっていう、おもちゃなんじゃないかっていうね、確かにちょっと怪しい部分はあると思うんですけれど、そちらが実際に使えるのかどうかっていうのも、私の方で試してですね、もしいいものがあれば皆さんにおすすめしたいですし、あんまりねこういう風にやっぱり、音楽用品はね買わない方がいいっていうことが最終的に分かれば、それはそれでこの動画を作る意味になるのかなと思って動画にしています。それではねやっていこうかなと思うんですけど、今つないでる状態でアンプがこんな感じでオレンジのミニアンプを使って音出してます。不安定でよいしょ、不安定なのですが、こんな感じでやっていこうと思います。ちょっとねやっぱね音がね難しい、指だとね特にこっちの方なんてもう指ではやっぱり弾けないですからね、ピックをちょっと試してみようと思います。それではレッツゴー。篠里です。激安シーンはですね結構音楽用品も売ってまして、私やっぱ音楽やってるのでこう趣味でこうスクロールしてるとどんどん音楽用品が出てきてしまって、なんか気になるものがたくさん出てきちゃうんですけれど、あんまりねやっぱりさっきも言った通りに EC で音楽用品を買うっていうのは結構抵抗がありますし、値段がね高いものはやっぱりね自分の目で見たりとか、どこどこ製とかどんな
素材を使っているのかとかね、詳しいところも調べてやっぱり購入した方がいいと思うので、あんまり安易にね、手軽だからといってそういうところで、高い楽器などをね、買う必要はないんじゃないかなと思います。特に初心者の方はね、EC サイト、通販などでね、楽器など手軽に安いから購入できるんだけれども、個人的な意見ではあるんですが、やっぱりね楽器屋さんに行くのがいいと思いますこれはおすすめしてるんですけど、自分ではわからないこと、自分が思いもしなかったことを楽器屋さんはやっぱ専門の方なので知ってるし、私がどんなものが欲しいのかっていうのもねこう探ってくれて、それでこの商品がおすすめだよとかね、どんな特性があるよとか素材を教えてくれたり、音の特性だったり、あとはピックアップのね目に見えないところの仕様を教えてくれたりするので、使っていけば使っていくほどそういうところで買った方が後悔がなくて長く使えると思います。これが前置きになりますが私はねシーンでピックを買いましたんで紹介していくよ。まずじゃあ、こちら全部ね値段の方は100円とか200円とかこんな感じで5枚ぐらい入っていて、そのぐらいの値段になってます。開けていくとだいたいこれはもうプラスチック製品ですね。こんな感じで見えますかね。なんかちょっと模様が入っててロゴが入ってて、ここが滑り止めみたいにちょっとギザギザしていって、ティアドロップ型のタイプです。ちょっと小さめではあるけれども、私そんなに手が小さい方ではないのですが、親指で押さえてこんな感じで普通に使えるかなと。ちょっと弾いてみようか。まずコード弾きからすごい音がしますが、ちょっと音が安っぽいけどごめんなさいね。プラスチック製品すごく軽い感じで、ちょっと最近カノンロックの練習をサボっているのでめちゃくちゃ下手くそになってしまいました。練習しないと。特に問題なく使えるというのと、こちらのギザギザの滑り止めの部分が結構使いやすいなという感じはします。ただ音はですね、なんかプラスチックで弾いてるなみたいな感じの音がしますよね。軽い感じ。厚さは結構厚めで曲がったりはしないかな。あんまりベローンって曲がったりはしないです。黒い方がこちら同じですね。色が違うだけ。ですね。あんまり私ピックのことについて詳しくは全然知らないので、何が正しいとか全然わからないんだけれども、いろんな種類を買ってみたんでね、ちょっといろいろやってみようと思います。ピックはやっぱり硬さが結構重要なのかなという感じで、次はこちら開けてみようと思います。カラフルな感じで、いろんな色が入ってました。6枚かな、6枚入ってます感じ。ティアドロップタイプでつるっとした光沢のある感じ。特に滑り止めはついてないですね。こちらはねちょっと薄めのちょっとだけ曲がるような感じで柔らかいの買ってみました。アコギとかでもこれ使えるんじゃないかな、これだったら。こんな感じ。ピックの持ち方はこれで合っ
っているのかなっていうのもあるんだけど、なんかこんな感じだよね多分ね。さっきのよりちょっといい音がするような気がする。どう聞こえますでしょうかね。弾きやすいかな。私はこっちの方が慣れてるっていうのもあるけど、昔アコギを弾いてた時はこんな感じのやつを使ってましたね。フェンダーみたいな。ちょっと貝っぽく見えるけど、これは多分プラスチックだと思いますね。あまりギターが上手じゃなくて分かりにくいかもしれないですが、弾きやすいかな。特に滑ったりすることもないので、滑り止めがある必要があるのかなっていう感じにもちょっと思っちゃうんだけど滑らなかったですね。手がツルツルしてる人は滑っちゃう人とかはこれは向いてないかもしれないですね。さっきの滑り止めがついてる方がいいかもしれないけど、手がしっとりしてる人とか全然問題ないかなと思います。それでは次じゃあこれいこうか。こちらティアドロップタイプね。またそうティアドロップのタイプとおにぎり型っていうのかなっていう形が主に2つあると思うんですが、私は結構ティアドロップ型が好きというか、形がかっこいいからなんだけど、こんな感じ。ちょっと小さめになりましたね。透明な感じで、これもプラスチック製ですね。真ん中がちょっとザラッとしてて、なんかロゴも入ってるんだけど、滑り止めになってる感じ。くぼんでますねちょっと。で先端がここなんだけど、ちょっとこうぷくっと膨らんでる感じというのかな。へりが薄くなってて、真ん中がちょっと分厚くなってるっていう感じですね。ちょっと変わってる。あんまり見たことないんだけど、私こういうので弾いてみたらどうなるのかっていう。ちょっと小さいねだいぶ。でもこのくらいあればいいのかな。なんか弾きにくいかも。なんかでも音は一番いいかも。弾きにくい。でもちっちゃすぎて弾きにくいな。弾きにくいけど、なんかいい音が出る感じがしますね。こういうのを使ってるのかな、エレキの人は。123456、これも6個入っていて、色はねこれランダムだったんで何色が来るか分かんないけど、この赤いの可愛いなっていう感じで、緑とか黄色、あとクリアが入ってますね。ちょっと小さいのかなということで、これのね大きいバージョン買ってみました。大きいバージョンもこのくらいが弾きやすいのではないかという。黄色こんな感じ。さっきのと同じなんだけども、サイズが大きいですね。で厚みもね分厚いのにしてみました。3ミリだったかな。3ミリってすごい分厚いよね。持った感じがすごい。あともうすごく硬いので曲がったりしないやつ。
使いやすいかも。これいいかもしれない。今のところはさっきのこのタイプとこれが使いやすいかな。サイズ的には同じぐらいで、厚みが全然違うという感じですね。引いた感じも全然違うので、ちょっと慣れることが必要かも。こっちは馴染みあるけど、こっちはね結構初めて使うには結構難易度が高い、難しいので慣れる必要があると思います。こっちはね結構初心者向けなんじゃないかな。弾きやすいなという感じです。これで慣れるべきなのか、それともこっちの弾きやすい方で弾くべきなのかは悩みますね。おにぎり型のタイプもね1個だけ買ってみました。ちょっと特殊なんだけどね、特殊おにぎり、なんかこんなやつ、これがおにぎり型。なんかこう3辺がこう同じっていうかな、正三角形っぽい感じでおにぎりみたいなね。真ん中はこれもザラザラしていて持ちやすくなってる。でこれ特徴なんだけど、こんななっててすごい分厚いのよ。中にねなんか入ってるんだけど、これで弾けんのかっていう話なんだけど、これなんか変でしょ。すごく大きいし、これね実はねちょっとできるかわかんないけど、ピッキングするとすごい光るのよピンク色に。ちょっと暗くしてみよう。今ちょっと部屋の明かりを消してきました。すごい光ったねこれライブとかにいいんじゃないかな。なんていうんだ、パフォーマンスする人にはすごく面白いんじゃないかなと思います。照明をね暗くしてピッキングで光るっていうことをすると、きっとお客様が大喜びすること間違いなしなんではないでしょうか。色はねこれピンクに今光ったと思うんですが、他の色も何個かあったかなと思いますので、お好みの色を選べます。ちょっと弾きにくいですねやっぱり、こう厚みがあるんだけど外側は薄くなってて、なんかやっぱ慣れないしね、やっぱ弾きにくいし、あんまりいい音を出すっていう目的ではないと思うんだけど、これは練習とかでは、あんまり使えないとは思うんだけど、本番のなんかちょっとしたねアンコールだったりとか、なんだろうわかんないけど、そういう時に使えるのかなと思ってちょっと買ってみました。面白いかなと思います。ちょっと電気つけてきますね。シンさん見てると本当にいろんな音楽用品売ってて、なんかどれもこれもちょっと欲しくなっちゃうんだけど、簡単に気軽にこうポチッと押してしまうところがあるんだけど、ちょっと買ってみましたっていう感じで。いやじゃん、こちらオレンジのピックを入れるピックケースみたいな感じ。これ可愛くないちゃんとねここがこういう仕様になってて、アンプの形になってるんですよ。こちらのアンプとほとんど同じ感じだったから買ってみました。こんな感じ。可愛くない？可愛いよね。ここにピックをこう少しストックするところが12345個しかないんだけど可愛い。実際には押せないけども、
飾りとしてこう並べて置いといたりしたらお部屋のインテリアにもなって可愛いかなと思いました。いいよね。じゃあこちらね、実際ちょっとピックが、ここに収まるのか入れていこうかなと思います。まずこの薄ぺたいのは入るでしょう。この薄ぺたいやつね、一番薄いやつよっ、入った。こんな感じで収納ができますね。少しだけ出るから頭がねピヨッと、これでこうシュッと、出して使うことができるという感じですね。じゃあ最初に使ったオレンジ色のこのピックも入れてみます。これはね厚みが結構分厚いので奥までしっかり入らないですね。こんな感じになっちゃう。これはちょっとショック。やっぱ分厚いのは入らないか。これも当然のことながら分厚いので入りません。さっきの光るおにぎり型も入りません。この隙間が何ミリかっていうこともね調べないと。こんな感じで収納ができます。ちょっとこれ外すね。一応今5枚ね薄いピックを入れてみました。こんな感じでカラフルで可愛いし、これをちょっとギターの横に置いといてどれにしようかなって感じで選ぶのも楽しいかなと思いますね。日々のモチベーションを上げるために、こういうのがあってもいいんじゃないでしょうか。かわいい。オレンジでロゴも入ってる。すごい結構しっかりした作りで壊れなさそうな感じ。これは使えますね。ギターの横に置いていつでも使えるようにしておこうかなと思います。かわいい。嬉しい。500円ぐらいだったかな、値段としては。で最後ね番外編、こちらもう一個買ってみました。ちょっと開けちゃったんだけどさっき、口笛って書いてあるでしょこれ口笛、中国語かな、なんかいろいろ書いてあります。見えるかな。読めないんだけど、私ね何本か、1年前とかにカズーの動画をね結構出しているんですよ。カズーを買ってみました。シーンさんでもねカズー何本か売られていて、これはすごく安くて、プラスチック製なんだけどおもちゃの感じなのか、楽器として使えるのかねちょっと試したいなと思って買ってみました。色はいろんな色があって、私は、ベビーブルーにしてみました。かわいい、この色大好き。首からこうかけるストラップも付属でついてました。ボーカルのね方とかだったらこういうのを、間奏の部分で少し使ったりもできるかなと思います。カズーの吹き方などはですね前の動画の方を見ていただけたらとても嬉しいです。ウッドカズーとか、あといろんなカズー吹いてみたみたいなものをやってます。吹き口はこちら側で息が出てくる。ここは特に取り外しはできなくて、奥に膜が入ってる感じかな。これ星型で可愛いねデザイン。ちょっと吹いてみようと思います。こんな感じですね。結構音大きいですね。プラスチック製品っての数ってだいたいこういう感じのパッとした音が出るので、同じような感じかな。ちょっと難しいねこれ。吹くの慣れないと。カズーはやっぱ一本一本吹き方が難しいので、ものによっても多分ちょっとずつ違うんでしょうからね。だけどすぐ音は出せるので、みたいな、
ふーみたいな感じでふーってやってこんな感じで音はすぐ出せると思います。ふーふーふーってやっても音は出ないですね。出ないんですよ。うーってこう喉かな、声帯を震わせるみたいなみたいな感じですね。誰でも多分できると思います。歌が歌える人はできるかな。歌っていうか、声が出せれば、吹けるかなと思います。声帯がこう震えれば、吹けると思います。まだね数やったことないとかって人はいいかもしれないし、どんなもんかなって感じで買ってみるのも面白いかなと思います。いい音かどうかっていうのはちょっと私はあまり好みの音ではなかったですけどでもデザイン可愛いからなんか、私の数コレクションの一つにプラスしていこうかなと思います。私の QX52 に合うピックを探してみたっていう動画でした。シーンでね、どれもね激安なので、試しに買ってみて、ダメだったら、しょうがないかっていうぐらいの気持ちで買うのはいいかなと思うのですが、なかなかね高級なものとかを、シーンで買うのは私は個人的にはあまりおすすめはしておりません。こういう細々としたねお安いものに関してはもう自己責任で今紹介した中でですねランキングをつけていこう。まず一番最初に紹介したのはこれね、このプラスチック製品のこういうちょっとザラッとした部分があって結構分厚めタイプ。次に紹介したのはこれかな、薄いタイプね、ティアドロップ。次に紹介したのがこのちっちゃいタイプ、これね。でその後大きいタイプ、最後おにぎりの光るやつ特殊型これはねちょっと正直ランク外って感じ難しいよこれ、弾くのも難しいしね。ライブで今紹介した 1,2,3,4 つの中でねランクを決めていこうと思います。第4位こちらちっちゃいタイプ。これね結構弾くの難しかったです。小さすぎちゃってね、なんか指にこう弦が当たっちゃうぐらいちっちゃい。でもこんくらいで弾く人も多分いると思うんだよね、精密な感じで。だからそういう上級者の人とかにはもしかしたらこれが使いやすいかもしれないんだけど、ちょっと私は初心者ですのでなかなかこれを使いこなすっていうのはちょっと難しかったです今。そして第3位こちら、一番最初に紹介したやつ。これもなんか使いやすい。なんか音があんま良くないよね正直。すごい持ってっても軽いんだ。なんか素材なんだろうな、素材があんま、いい音がしてないような気がして第3位か。であとこの2つなんだけど、これは私ね初心者なのでやっぱ第1位はこっちかな。で第2位がこちら。弾く方によってねこの辺は変わってくると思うんだけれど、こっちは本当に初心者向けで弾きやすいなと思いました。ただちょっとなんか欠けてきてる大丈夫かなこれ。少し欠けてますね今弾いただけなのに。強度とかねややなありかもしれない。こっち薄いしねすぐダメになっちゃうかもしれないんだけども、弾いた感じから言うとこっちが私は1位、こっちが2位かな。でも硬いから音が結構クリアで良かったかもしれないし、皆さんがね聞いてみた感じはどうだったでしょうか。教えてくれるととても嬉しいです。コメント欄にてぜひ教えてください。これはもうちょっと論外ね。衝撃で光るのかな、面白い。ただ弾きにくいということで今日は、シーンで、いろんなピックをね買い漁ってみました。すごく皆さんたくさん見てくれてとても嬉しいです。いいねもね高評価もたくさんいただけて、皆さんがねこう見てくれてなんか勇気をもらって応援してくれてる感じがして頑張んなきゃなって思ったんですけど、ちょっと暑さと
ちょっと36度以上超えるとね活動が私できないそれでは皆さん良い日をお過ごしくださいませ。またライブもやろうと思いますのでね、ぜひ遊びに来てください、気軽にね。それではまたね、バイバイ。張りのある音が出るね、これね。音的にはこっちの方がなんかいいかも。でもまだ弾きにくいですわ。弾きやすいようになったら結構いい音が出るかもしれません。またギターの先生にもね、ちょっとどんなピックがいいのかって聞いてみようかなと思います。じゃあ。